やるばなせよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は韓国内で本当に売れている韓国コスメの方を皆さんの方にご紹介したいなと思います。それでは早速聞いてみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、本当に韓国内で売れている韓国コスメの方を皆さんの方にご紹介したいなと思うんですけど、でまずね、9点の目代わりの方がね、終わったかと思うんですけど、そちらで僕が合わせて全部で50選かなご紹介させてもらったんですけど、まだ全然知られていない韓国内で売れている韓国コスメと、本当に効く韓国コスメみたいなものをね挙げさせてもらったんですけど、また次回ね6月に目代わりの方がある時に使いますので、ぜひ参考にしていただければと思うんですけど、で早速なんですけど、韓国コスメ本当に売れている韓国コスメみたいなものなんですけど、韓国コスメが日本に流れてくるまでに、広告っていうものがあるので、皆さん目にして知ってそれがいい悪い判断をして購入するってことが多いのが広告になってくるかと思うんですけど、広告に載らないものっていうのは目にしないのでわからないだったりするものが多いと思うんですよ、もちろんね。でその中で、簡単に韓国内で売れているコスメっていうのを皆さんにね分かりやすくしているアプリがありますので、僕もこれはね参考にしてるんですけど、ぜひ皆さんもね参考にしていただければと思います。韓国語になっちゃうんですけど、目にするだけでも商品の画像があるので分かるので参考にねしていただければと思うんですけど、決してちょっとアプリなんですけど案件とかじゃないので、僕が参考にこういうふうに購入してるよとかね参考にしていただければと思うんですけど、まずねアプリなんですけど、グロフィックとファフェっていうのが2つあるんですよ。ここも僕7年前ぐらいからずっといろんなSNS 関係で紹介させてもらってるんですけど、グローピックを最初使ってて、そこからファフェっていうのに僕は乗り換えたんですけど、ファフェの方が見やすくて分かりやすいっていうので僕はファフェの方を使ってるんですけど、早速ね、2つ中の方をご紹介させていきたいなと思いますね。で僕ねこの韓国コスメっていうので、グローピックとファフェここの中にあるんですけど、こちらをね、参考に僕が時間がある時に見てるような感じなんですけど、本当に売れてる韓国コスメって本当にここの中なんですよ。でグローピックとファフェね、僕ファフェを見るんですけど、まずファフェのここのね全体のやつなんですけど、こういう風に全体のやつだけでも結構皆さん上の方から見たとしても全然結構知らないもの多くないですか。これもう1位とか取ってるんですけど、見たことありますかね。これも韓国内でずっともうアワードとか1位取ってるんですけど、こういうのももう多分知らない方はいらっしゃるかなと思って今回シェアしてるんですけど、でこれは2位だったりとかね、こういうものタナーとか、ボディクリームだったりとか、これも僕すごく大好きで使ってるんですけど、こういう4位だったりとか、今最近載ってるメーカーですよね。ここら辺もここのメーカーもそうなんですけど、こういうものが上位に来てるんですよ。でスキンケアこういうふうに分かれますと、いろいろこうやってスキンケアの順番だったりとか、マスクパックとかだとこういう順番で、1位にねもうこの分かりますか、トリドゥンのやつがもう1位を独占してるんですよね。こういうものだったりとかして、独占こういうの中見ると下に行くとなんですけど、こういうふうにちゃんとレビューが書かれてあって、画像もしっかり載ってるんですよ。こういうのをね参考にね、本当に韓国内で売れてる韓国コスメっていうのがこういうところに載ってるんですけど、すごくここ本当に正直なレビューが書かれてるんですよ。で韓国ってレビューを書いて本当にダメなレビューを書かれちゃったらもうそこのメーカーとか売れなくなっちゃうんですよ。それぐらい厳しい韓国コスメっていうね、あとスキンフード、こちらもすごく良くて僕も今使ってるんですけど、こういうふうに下の方行くとちゃんとこうやってレビュー書いてあって画像とか載ってて、こういうふうにねしっかりこういうふうに書かれてるんですよ。シートはこんな感じですよとかね、こういうふうに書かれていて、あとはサンケアとかだとこういうふうに1位から出たりとかね、5位にドクター G が入ってたりするんですけど、ここら辺とか皆さん知ってるメーカーかと思うんですけど、あとダルバが4位だったりとかするんですけど、あとはリップクリームとかとこういうふうにリップクリームとか出てたりとかして、購入する方がすごく韓国内では多いんですよね。全体だとこういうような感じですよね。エストラとかこうやって入ってるんですけど、これ青のラインが入ってるやつなんですけど、ドラッグストアで売ってるものなのでこういうものが出てくるんですけど、本来この青のラインが入ってないやつの方がね医薬品用として韓国の病院とかでもらえる皮膚科でもらえるものが多かったりするんですけど、そっちの方がいい
かと思うんですけどね。こうやってガーって出てくるんですけど、ここら辺が結構上位とかに入ってるものって結構、日本に広告が載って知られてないものが多かったりするので、割と結構皆さん知らない方多かったりするんですよ。で僕はここの中でも結構またちょっと美容向きなとこからいろんなとこから情報を得たりしてるので、またちょっと違ったコアなものだったりとか知ってたりはするんですけど、一般的に韓国内で売れてるものとかっていうのがここら辺なんですよ。なのでこういうもので結構知られてないものがもう本当に上位をあるんですよ。もう全然、ほぼ上位がもう多分皆さん広告が載って日本に流れてきてないものだったりするんですけど、こういうものを使ってベースだったりとか、ヘラとかだと有名だと思うんですけどね、ジョン・センムールとかね、こういうとかボディとかヘアとかね、全部全てあるんですよ。ネイルもあるし、キャンス香水ねもあるし、こういうのを見てちょっと画像だけにはなっちゃうんですけど、すごく分かりやすく、画像だけ見るだけでもなんとなく分かるので、パフェは僕は参考にしております。はい、一般的なね、韓国内で一般的な売れてる商品みたいな形なので、それだけでも結構上位にあるやつってほとんど日本に流れてきてないものが多かったりするので、本当に支持されてるものってこの上位になりますね。でグローピックなんですけど、グローピックはこんな感じね。はい、こんな感じで出てくるんですけど、これも大体中身は似たような感じなんですけど、大体の上位に来ているものだったりとかはほぼ同じだったりする感じなので、見やすさとかを重視して選んでもらえばいいかなと思います。ちょっと僕はなんか操作がねアップデートをされてちょっと見にくくなってるので、ちょっと僕はあんまり最近は使ってないんですけど、グローピックの2022年のやつなんですけどね、これが出てたりとかして、これアワードとか1位がこれを取ってますよっていうのがあるんですけど、例えばこうやって1位で一番上でいくとこれが1位ですよって書いてるんですけど、こんな感じで似たような感じでちゃんと書いたんですけど、韓国語なので、どちらかといえば画像がね載ってるのはパフェなので、パフェの方を僕は見ることが多いかなって感じなんですけど、こういうふうに出てるだけでもすごく商品がいっぱいあるんですけど、これもね最近めちゃくちゃ売れてますよね。もうこういうのもね1位取ってるので、人気があるものってここら辺になってくるんですけど、これもメディキューブのやつもこちらも美顔器なんですけど、今韓国でこういう美顔器がすごく売れてはいるんですけど、メディキューブのやつがすごく売れてるって形でこういうの売れてるんですよね。はい、これはねこういうのちゃんと詳しく書いてるんです。画像が載ってないので、画像を見て、調べたいっていう方はパフェの方が合ってるかなって感じなんです。韓国内で、有名なのはグローピックとパフェなんですけど、パフェを見てる方がすごく多かったりするので、この2つね見やすい方を見てもらって、韓国内で売れてるものっていうのを、ここら辺から、韓国語だけにはなっちゃうんですけど、日本語に変えて、9点のところ入れて購入してみるっていうのはすごくいい購入の仕方かなと思います。本当にここの中っていうのはもうリアルに韓国内で売れてるものだったりするので、ここら辺を画像で楽しむのはパフェの方がいいのかなと思うんですけど、ぜひねこちらの2つのアプリを参考に韓国コスメを見る楽しみとして、韓国内でこういうものが売れてるんだなっていうのを頭の中に入れながら、9点で出てきたら購入するとかね、そういう方法の仕方がすごくおすすめな仕方と、韓国内で本当に売れてるコスメっていうのはここの中にあるので、分かりやすく見やすいかなと思います。こんな形で、韓国内で一般的に売れてる商品なんですけど、この中に全て入っておりますので、ぜひねちょっと楽しみながらとか見てもらえればすごく嬉しいかなと思います。こんな形で僕もね参考にしてるアプリなので、ぜひね参考にアプリを使用してみるのはいかがでしょうか。